はどうした青葉。あ、みんな優しくて、レンのことを受け入れてくれて、ほんとよかったなって。ああ、そうだな。でも、今日までずっと緊張してたから、なんかどーっと気が抜けたっつうか。みんなにお前のことを言うとき、どう言えばいいんだろうってすげえ考えまくってさ。ほんと、受け入れてもらえてよかった。ああ、みんなに話した方がいいのか、やめた方がいいのか、ギリギリまで悩んでたけど、ずっと世話になってるのに、レンのことを黙ったままでいるのは、なんか嫌だなって思ってさ。話せばきっと分かってもらえるって思ってはいたけど、いざその時になってみると、やっぱダメなんじゃねえかとか、いろいろぐるぐる考えちまって。そうだな。俺も最悪の場合として存在を否定されることも覚悟していた。レン、現にベニとクララは俺が人間になったということをよく思っていないようだった。なあ、あれはよく思ってないっていうより寂しかったんだろ。寂しい。うん。人間になったら当然だけど前みたいにオールメイト同士で遊ぶってのはできないだろ。ベニとお前は仲いいし、クララもなんだかんだでヨシエさんとこに行った時いつもお前にべったりだったし。そうか。俺としては人間になったからといってベニやクララと遊ばないというつもりはなかったのだが。お前がそう思っててもさ、やっぱりこんだけガラッと見た目が変わっちゃったらみんな不安にはなるよ。そうか。でもちゃんとお前が自分の考えを伝えたから分かってもらえただろ。ああ、言葉で伝えるって大事だよな。何でも口に出せばいいってわけじゃないけど、言わなきゃわからないことってたくさんあるし。だから思ったことはできるだけ伝えてかねえとな。そうか。それなら青葉。俺は青葉が好きだ。え？青葉を尊敬している。いつも俺にいろいろなことを教えてくれてありがとう。本当に。ちょっと待った、ストップ。あのな、確かにできるだけ伝えた方がいいとは言ったけど、そういうのはこんなとこで言わなくていいから。だが言うなら家で二人っきりの時とかにな。あ、そうか。青葉に嫌な思いをさせてしまったのならすまない。違う、そうじゃねえから。嫌とかそんなんじゃなくって、嬉しいよ。すげえ嬉しいけど、ほら、面と向かって言われると照れるしさ。それにお前がどう思ってるかはよくわかってるつもりだから大丈夫。そうか。すまなかった。いいよ、謝らなくて。もうお前ほんと真面目なんだから。でもそれがレンのいいところでもあるんだけどな。さ、帰ろうぜ。ばあちゃんが夕飯作って待ってるし。ああ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はいよ。はあ、今日もうまかった。青葉。夕飯の後片付けをすべて任せてもらえないだろうか。いいけど、どうした？青葉は今日緊張して疲れているだろう。まあ確かに緊張はしたけど。だから青葉はタエと一緒に休んでいてほしい。今日のことへのお礼という意味も含めて全て俺が片付けたいんだ。そっか。お前がそう言うならあとは任せるな。ああ。
なあばあちゃん？レンどうしたんだろうな。何がだい？いや、一人で全部片付けるなんて今までは言ったことなかったし。あの子がこの家に戻ってきてもう1年くらい経つかね。うん。今じゃすっかり慣れちまったけど、私も初めてあの子を見た時は驚いたもんだ。あの犬のレンがってね。だよな。俺も驚いたもん。もともとは機械だったのに突然人間になったんだ。しかも聖の体だろう。うん。この1年あの子もあの子なりにいろいろ考えて悩んで頑張ってきた結果、自我が芽生えてきているんじゃないかと私は思うよ。自我？ああ、人間になってからもあの子はどこか機械的なところがあっただろう。周りの言うことに従順で自由に発想するということがあまりなかった。でも今は自分で考えて行動することが徐々にできるようになってきたんじゃないのかい？ああ、そういうことか。レンの性格自体は変わらないだろうが、より人間らしくなっていってるんだろうね。その成長を見守るってのはなかなか楽しみなことだよ。そうだな。うっしゃ。レンが片付けやってくれてるから俺は風呂のお湯を張ってこよっと。お前もレンに負けちゃいられないよ。ほれ、シャキシャキ働きな。いって。ああ、はいはい、行ってきまーす。ああ、さっぱりした。青葉、おかえり。お、レン、またなんか読んでるな。今日は何読んでんの？人魚姫だ。え？また随分と可愛らしいの読んでんな。って絵本か。懐かしいな。どうしたんだよこれ。青葉が風呂に入っている間、タイが持ってきてくれたんだ。今の掃除をしていたら出てきたらしい。昔青葉に読んで聞かせたと言っていたが。そうそう。うわ、ほんと懐かしい。他にもいろんな絵本があってさ、俺が寝るときにばあちゃんが読んでくれたんだよな。もう全部読んだのか？ああ、ちょうど最後のページを読んでいた。どうだった？胸が締め付けられるようだった。そっか。人魚姫って結構悲しい話だもんな。なあ、人魚姫が海に戻るためには王子を殺さなければならなかったが、そうすることができず海の泡になってしまった。これは人魚姫が自分に与えられた条件を達成できなかったのだから仕方のない結末だと言える。まあそうじゃそうなんだけどさ。だが俺には人魚姫の気持ちが少しわかるような気がする。レン、もし俺が同じ立場になっていたとしても死を選んだだろう。大切な相手を傷つけてまで生きていたいとは思わない。王子は人魚姫が本当の命の恩人だったこともいなくなってしまったことも知らずに幸せに暮らしていくのだろう。それでいいのだと思う。もし俺だったらそう思う。大切な相手が幸せであればそれでいい。青葉だったらどう思う？俺？ああ、俺は、俺も同じだと思う。やっぱり王子のことを殺せなくて海の泡になっちゃうだろうな。そうか。自分に置き換えてみたらやっぱり難しいよな。大切な相手を
殺すなんてさ。でも悲しいよな。残された人魚姫の家族のこととか考えるとさ。まあそんなこと考える余裕もなかったからこそ海の泡になっちゃったんだろうけど。でも王子もさ、もうちょっとなんとかならなかったのかって思っちゃうよな。王子も。うん。人魚姫が恩人だって気づかなかったのはしょうがないんだろうけど、そばに置くって決めたんなら人魚姫の正体くらい見破れよって思うけどな。正体を見破る？そんな話ではないと思うのだが。物の例えってやつ。そもそも突然現れた喋れない女の子ってところからして怪しいんだから、もっと注意を払ってもよかったんじゃねえのかなって。人魚姫だって何らかのサインは出してたかもしれないだろう。青葉なんてな。ずっと昔に作られた物語だからどう読み解くのが正しいのかはわかんねえけどさ。でもなんかちょっと嬉しかった。何がだ？レンの感想が聞けて、こういう話ができてさ。そうなのか？そうだよ。お前今俺の感想も聞いてきただろもっといろいろ何か読んだり見たりして感じたことがあったら遠慮なく話せよ。ああよし、そんじゃ風呂入ってこいよ。お湯が冷めちゃうぜ。そうだな。そうしよレン、この絵本どうする？しまっとく？う。ああ、悲しいがとても心に残る話だった。また読みたいから青葉の部屋に置いておいてくれ。今度俺が読んで聞かせてやろっか。そうだな。ぜひ読んでほしい。了解。では行ってくる。自我の芽生えか。